皆さんこんにちは。アルプス歯科の向井です。入れ歯が痛い、すぐ外れる、食事が苦痛だ、こうした悩みを抱えている方が実はとても多いようです。ではなぜそんな悩みが起きるのか。これから全11回シリーズで作り手の視点から義歯の世界をご紹介します。型取りの難しさから始まり、人工歯の工夫、見た目の美しさ、そして AI や 3D がもたらす新しい義歯の作り方まで知っていただければ、きっと義歯に対する見方が変わると思います。祖父の時代から義歯の作成は入り口と出口が大切だと言われてきました。義歯には2つの壁があります。1つ目は印象そのものの難しさ、2つ目は仕上げで縮みが起きるという壁です。せっかくいい型を取っても仕上げで縮んでしまう。歯茎のピンク色の部分は固まる時にわずかに小さくなります。入り口が変形すれば出口も狂ってしまう。これが義歯を難しくしている理由です。一つずつ解決していきましょう。さあ、今日はその入り口、型取りについてのお話です。まずこれを見てください。この人の歯茎には山がない。これは装義歯になり、長期にわたり強い力で噛まれて中の骨まで吸収された上顎の歯茎、プルプルになっています。そしてこっちは山のある歯茎です。しっかりしてはいるけれども、押すと動いてしまうほどの柔らかさ。いろいろな歯茎がありますが、驚くほど不安定な土台に義歯は乗っているのです。この透明な義歯で粘膜を見るとよくわかります。荷重がかかれば変形しながら血液がスーッと押し出されて、荷重が抜けると血液が戻ってくる。このように口の中の粘膜はかなり柔らかく、ちょっと押しただけで形が変わってしまう。変化するところの型取りってとっても難しいんです。義歯の型取りには歯の型取りと同じ印象材を使っています。広く深く粘膜を押し広げて型取りをするため、シリコン系が多く使われています。しかし見てわかる通り、シリコン系のパテタイプは硬すぎて縁が広く深く取れたとしても歯茎は押されて変形し、合わない義歯の型になりがちです。そして義歯の縁の部分の型取り、これも大変なんです。一体どこまで作ればいいのか。大きいほど痛みがなく安定する。でもベロや頬の筋肉って結構無意識のうちに忙しく動いています。大きすぎることで問題が起きます。唇や頬と歯茎をつなぐひだ、小帯と言います。これが話すたび、飲み込むたんびに飛び出してくるんです。模型の上では映らないこの動き、口の中ではしっかり干渉し、内面が合っていたとしても外れたり圧迫されて痛みの原因になってしまいます。動く歯茎に変化する義歯の縁、簡単には義歯の形が取りにくい。そこで登場するのがティッシュコンディショナー2ソフトという材料です。これはちょっと変わった材料で、硬化のメカニズムが特殊なことにより柔らかい粘膜の再現ができることが特徴です。この柔らかさ、型取りのトレーに乗せて口に入れると、粘膜の反発とトレーとの間でこの印象材は圧迫されるとズルズルと動いて逃げて圧力を適当にずらしてしまいます。この圧を逃がすということが粘膜の型取りに抜群に効き目があり、ブヨブヨと動く粘膜が元に戻ろうとするその形を再現してくれます。さらにすごいのがこの T-CON2 ソフトを使った筋圧形成という工程です。これをトレーに盛り口に入れ、うーとかいいとか声を出してもらったり、
唇を動かしたりすると、その筋肉の動きがなんとそのまんま再現された方になります。つまり口周りの筋肉が動いた時でも外れにくい義歯の縁、その型取りができてしまう。これは画期的です。これまでの型取りは虫歯で削った歯の形を精密に写し取るということでした。でも歯のない口の中はどうでしょう。ベロも頬も唇も話すとき、食べるときは常に動いています。しかも歯茎は柔らかく、粘膜も押せば変形する。本当に必要なのは動きを含め、かつ柔らかいところをかたどるために必要な性能で、ここに新しい考え方が生まれ、その成果が T コン2ソフトなんです。こうして柔らかい歯茎の動きまで再現できる型取りが可能になりました。ただし、せっかくいい型を取っても仕上げで縮みが起きてしまう。さあ次はその縮みをどう克服するのか。最新の 3D プリンターがその答えを出します。なるほどと思った方はぜひ次回もご覧ください。どうもご視聴ありがとうございます。